はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月後半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。星に関しては3月後半もかなり星が動きますので、もしまだ3月のエネルギー解説という動画、過去にアップした動画なんですけど、ご覧になってない方はぜひそちらご覧になって、またこの動画をご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドの4逆、ペンタクルスのページ逆、ペンタクルス4、そしてワールド、ソード7逆、ペンタクルス5の逆、そしてワンド5ですね。はい、そして、気をつけることや対策がワンドページ逆とワンド8逆とオラクルは女教皇です。2ダイヤルカナですね。なるほど。はい、ちょっと星の解説もさせてください。まず3月14日が月食なわけです。で、月食っていうのはやっぱり満月よりもエネルギーが強いって思ってもらうと分かりやすいと思うんですけど、満月の時も何かね、こうざわざわしたり感情の浮き沈み激しくなったりするんですけど、月食ってなおさらそれが強くなるっていうことで、こういろいろ体調の変化とかなんか感じる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、もともとこの3月14日の月食自体が非常に何かこう制限されたとか抑圧されたとか、こう自分にプレッシャーをかけるとかですね、よく言うと真面目な誠実なっていう感じなんですけど、悪く言うとすごく硬いみたいな、そんな感じのエネルギーなので、そういったエネルギーの中で何を感じるかっていうことで、それをもっと伸ばしていきたいのかやめたいのか、そのプレッシャーから逃れたいのかっていうことで、そのキューッというこう圧力がかかる中でどっちの方向にこれから進んでいくんだろうっていう、こう押し出されて生まれてくる流れがあるぞっていう感じがするんですね。そしてそれがまた3月29日の日食につながっていくんだろうなと思うんですけれども、もう一つやっぱ3月15日から水星が逆行を始めますよ。4月7日まで。で、この水星っていうのはコミュニケーションとか勉強とかビジネスの契約とか、あとスケジュールとかこうシステムに関して何か誤作動が起こりやすいっていう時なので、こう誤解を生まないように、変に勘ぐりすぎないように真実を見るっていう風にしておいてください。そしてスケジュールは変更できるように少し余裕を持たせておくのがいいんじゃないかと思います。メールとかでしたらね、ちゃんと届いてますかっていうことで確認するので全然いいと思うんですね。それでもう一つ、この金星という社交性とか愛情とか豊かさとかお金っていうところも今逆行しているので、おそらく乙女座の皆さんにとってはこう見えないところでのね評価を疑いやすくなるんじゃないかなっていう感じがします。で、実際はものすごく見えないエネルギー受ける時なんですよ。受け取れる時なんです。これすごく出てます、カードでも。これもチャネリングとしてメッセージ受けますみたいなね、自分が必要なものは宇宙から与えられますみたいな感じなんですけれども、でもそれを疑ったり自分の解釈で歪めてしまったりっていうのをしやすいっていうことなんですね。そこだけ気をつけてください。カードでもねやっぱ出てますよ、そういう感じが。ちょっと解説していきますが、ただもう一つ3月20日から3月20日は春分の日なんですけど、この春分の日から新しい1年が始まるという考えが占星術ではあるんですね。なので実際3月20日から乙女座の皆さんはたくさんこう愛の光を受け取るよみたいな、見えない恩恵届くよっていう時なんです。で、それまでっていうのはどちらかというとパートナーシップの関係性っていうのがすごく際立っているので、あからさまに誰かとの関係がいいとかうまくいったとか契約結べましたみたいな、そういったことがあるかもしれませんが、それ以降はその関係をもうどのように良くしていくかとか、どのように関係の信頼を深めていくかっていうところなんですが、信頼を深めるって確認しにくいじゃないですか。目に見えた結果が分かりにくいので、それはもう信じるしかないっていうところなんですけど、今ちょうど水星も金星も逆行してるっていうことで、何かこう信じにくい、なんか見えないものを探って勘ぐりやすいっていうものが起こりやすいっていうことなんですね。で、カードで見た時に入り口がワンドの4、そして現状もワールドということで、誰かとの関係めちゃくちゃうまくいってるんじゃないかなって感じがします。で、すごく幸せ、良かったですね。その幸せな感じ、これをなくしたくないんだと思ってるものをちゃんと守っていけるよというふうに出てます。
なんですけど、なんかここから急にですね、やっぱり疑いの気持ちっていうのが出ていて、こう今いい関係ができているとか、例えば就職とか、なんか新しい仕事とか、もしくは同じ職場の中でも新しい仕事プロジェクト任されましたとかなると、なんかせっかくうまくいってるこの仕事が新しいプロジェクトをすることによって信頼を失ったらどうしようとか、失敗したらどうしようとか、新しい仕事に関してもせっかく面接合格したけど入ってがっかりされたらどうしようみたいに、なんかまだ起こってないことに対して非常に疑って、自分の才能とか存在というものを疑ってかかりやすい。でも合格したっていうことは何かを認めてくれて合格してるわけですから、そこを信じていってほしいんですね。で、誰かとの関係も非常にいいっていうのは、自分が何も嘘ついていい関係作ってるわけじゃないので、自分が何を言ったとか何をしたとかだけじゃなく、相手だって乙女座さんの真実を見て関わってるわけだと思うのでね、そこを信じてもらいたいんですけど、なんかもっと相手にとって有益な行動を自分が取らなくちゃいけないんじゃないかとか、これで本当に大丈夫ですか大丈夫ですかって聞きまくりたくなったりとかするけど、他者は乙女座さんを信じて任せてるんですよっていう感じがするので、自分の感覚を信じてください。今非常に冴えてますから、自分の感覚を信じて判断してくださいね。だけどなんだか自分で自分のことを疑いやすくなってるなって感じがします。そしてもう一つお金のことっていうのもあるんですけど、これはもう全体を通してね、3月の2日から4月13日までっていうのは金星が逆行するので、この間っていうのはどうしてもお金のことっていうのは見通しが立ちにくかったりするんですが、あぶく銭とかどれぐらい入ってくるかなみたいな期待っていうのが全然予測通りじゃないって感じもするので、逆に予測通りじゃなく多いってこともあるかもしれないんですよ。ですけど、その自分が受けるであろう評価とかお金とか入ってくると期待していたものっていうものが、その自分の想像通りじゃないよっていう可能性もある時なので、それを見据えた上で現実を作っていってくださいね。ここでもやっぱりペンタクスの5の逆が出てるということは、その価値っていうものを自分が見失っているっていう感じなんです。自分の価値を自分で認めていない。だからこそもっと働かなくちゃとか、もっと誰かにとって有益な自分でなくてはならないみたいにどんどんやろうとしてるけど、でも手一杯みたいな感じがあるので、今の状況や今与えられているチャンスや今の自分っていうのは十分こなせている、十分なんですっていう感覚でいてください。もちろん誰だってそのパーフェクトっていう状態じゃなかったとしても、パーフェクトじゃなくても今で十分なんですっていう感じでいてくださいね。それをちゃんと届けられると思いますよ。そのメッセージはちゃんとできてるよとかっていうものをね、っていうのがなんかね、ここでペンタクルスのページも出ていて、ワンドのページも出ていて、何か新しくもうちょっと新しく生ませたいんだ、何かを始めたいんだけどちょっとまだ戸惑っている。なんか自分が本当にやりたいことをやろうとすることって他者にとって迷惑なんじゃないかなとか、その人にとっては過剰なんじゃないかなみたいなことをもしかしたら少し気にしてるのかもしれませんね。どうですかもし何かそうかもしれないとか、何か通じるものがあったらいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっとこれ踏まえた上でのお仕事見てみますね。仕事どうなんですか。ペンタクルスのエースと女帝とワンドのページですね。ページよく出てきますね。仕事とてもいいです。もちろん星で見てもそういう時だし、自分が生かされやすい時なんですけど、カードで見てもペンタクスエースに女帝にワンドのページっていうことは、なんだかとても豊かな仕事のあり方がある。豊かに仕事を通して自分は豊かさを感じられるし、自分が価値を置いてると思ってる仕事を通してそれがうまくいくよっていうふうに言われています。そしてもうちょっともしかしたら何かを修正したり調整してもっとうまくできるかもなみたいな感じもありますね。とてもいいです。ちょっと人間関係見させてくださいね。ちょっと3月の前半とかはね、関係性が強調されてましたから、そこで何か感じてらっしゃるのかもしれませんね。太陽すごくいいですね。ストレングス、死神逆、すごい大アルカナバンバンバンって感じで、どうですかこれ。人間関係めちゃくちゃいいですなので自信を持ってお過ごしください。
今自分は受け入れられている、今自分の関係性もしくは自分の在り方っていうのも他者にとても光を与えている、そんな感じです。勇気を与えている、光を与えている、何かいいバイブレーションを自分が相手に与えているんだっていう感覚でいてください。だからこそワールドなのかな。関係性めちゃくちゃいいんですよね。これ以上何かをしようと思わなくていいです。自分のこの波動で勝負って感じかな。いいですね。むしろなんか良すぎて、なんかいいことあったんですかって感じがします。関係性というものが一つ完成するとか、次の段階に行くとか、自分がその関係を通して何かバージョンがすごく上がってる感じがするんですよね。もしこんなことありましたよとかいいのありますよってあったらぜひコメントで教えてください。そして恋愛の動画に関してはすいません、ちょっと遅くなってしまって、来週には必ずアップしたいと思います。でもとてもいいですね。さすがですね。はい、もうここで終えたいぐらいなんですけど、もうちょっとだけ見ようかな。最後に気をつけることを目指してください。これだな。はい、気をつけることとして出てるのが主導権争いというカードが出ています。これはどっちが正しいんだとか、どっちがやらなくちゃいけないんだとか、そういうルール決めとかそういうのもちょっと気をつけてねってことかもしれませんね。どうしたらいいのっていうと、真実のままのあなたでいいんですと、そのままでいいんですって言われてますよ。またそしてこの時期手に入れるもの、与えられるギフトは何なんでしょうか。乙女座さん、成功成功と聞いて何を思い浮かべますかね。何をもって成功と感じるんでしょうか、ご自身は。でも何かがうまくいくってことですよね。でも関係性もすごくいいですしね。はい、そして最後はどうでしょうか。ジョイ、やったーっていうことでみんなで喜んでますね。いや、よかったよかった。要するに、ちょっと勘ぐったりとか、そういうこのことだけ気をつけていただければ、ものすごくいい豊かな現実がここにあるって感じがします。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。